皆さんこんにちは。去年ブラジルに嫁いできた専業主婦です。このチャンネルでは地球の裏側からやってきた日本人が見たリアルなブラジルライフを毎週土曜日に配信しています。突然ですが、今私はとってもびっくりしています。前々回にアップした夜行バスの動画がたくさんの反響があり、ブラジルの視聴者さんが一気に増えたことです。動画をアップした翌日に YouTube の画面で再生回数とチャンネル登録者数を見たとき、目を疑ってしまって、 YouTube 上で何かシステムエラーでも起きてるのかなと思ってしまいました。私は 3,4 ヶ月前に YouTube を始めたばっかりで、当初はブラジルのことをよく知らない日本人の人たちにメディアとかではなかなか見れないリアルなブラジル事情をお届けできたらなと思ってやっていました。登録者の半数が家族や友達など身内の人たちで、たまに日本の友達からいつも見てるよと連絡をもらえたり、家族に私が元気にやっている様子を伝える感じで近況報告のような状態だったこのチャンネルが、この1週間で登録者が 2,000 名を超えて、そのほとんどがブラジルにお住まいの方たちで、予想外の出来事に圧倒されています。ポルトガル語も喋れなくて、ブラジルの方たちにとったらわけのわからない言語をボソボソと喋っているこんな日本人の動画を字幕で一生懸命見てくださってるって思うと、本当に感謝で胸が熱くなります。こんなに温かく自分を受け入れてくださる方々がブラジルにたくさんいるっていうことを知り、言葉がありません。そして予想もしてなかったほどのたくさんのコメントもいただき、本当にありがとうございます。全部に返信したくて、届いた順番に少しずつコメントを返していて、ここ数日パソコンに貼り付いている状態です。過去の動画にもたくさんコメントをいただいて、返信が間に合ってなくて申し訳ないです。でも全部のコメントを一つ一つ楽しく読ませてもらっています。そしてチャンネルを開設してまだ間もない頃からこのチャンネルを見つけて応援してくださっている皆さん、日本の視聴者の皆さんも本当にありがとうございます。夜行バスの動画以降、涙が出そうな嬉しいコメントをたくさんいただいた反面、中にはご意見ご指摘のようなコメントもいただきました。家に帰ってからもう一度自分が動画の中で何て言ってたかなと振り返りながら、ブラジル人の夫ともいろいろ話しました。そんな感じでいろいろ考えさせられた1週間になったので、今日はその中でも特に多かったご意見ご指摘を3つご紹介して、それに対する私が思うことをお話しできたらいいなと思います。そして動画の最後に嬉しかったコメントもいくつかピックアップしてご紹介してますので、お時間があれば最後までご覧ください。今週はどこにも特にお出かけしてないので、日常の風景と一緒にご覧ください。ちなみに前回のリオデジャネイロでの入院中に毎日コーヒーを提供されすぎて、普段あまりコーヒーを飲まない私なんですけど、退院以来家でも毎日飲むようになってしまいました。ブラジルライフ。まずご意見ご指摘をいただいた中で一番多かったのが、ホームレスや物乞いの方たちに対する意見です。これに関しては外国人である私の目線とは違うブラジルの現地の人たちの見解を知ることができて、すごく勉強になったし、さらにいろいろ考えるきっかけになりました。特に一番多かった意見としては、まず現金は与えないでということです。現金を渡してしまうと、それを食料などではなくドラッグに使う人が多いからだそうです。じゃあ食べ物を渡せばいいのかっていうと、これに対しても面白い意見があって、食べ物を渡したとしてもそれを売って結局お金に換えてドラッグを購入することになるから、どうしても食べ物を渡したいときはパンをちぎって渡すとか、袋から出した状態で渡すといいよというアドバイスとか、彼ら自身にお金や物を渡すよりも彼らを支援する団体に寄付した方がいいと思うっていうご意見もいただき、なるほどと納得した部分もありました。実は日本でも私が学生だった20年前ぐらいまではホームレスの人たちがたくさんいた記憶があります。物乞いをされることはなかったんですけど、なんかやっぱり怖いっていうイメージがあったので、橋の下を通るときは全力疾走してたことを思い出します。
今では人目につくホームレスはだいぶ減りましたが、ネットカフェ難民って呼ばれる人たちや友人宅を転々としているような隠れホームレスみたいな人たちは今でも日本にたくさんいると言われています。ホームレスの問題に関しては、こうするのが正解っていう単純な問題ではなくて、いろんな複雑な要素が絡み合ってるんだなと感じました。ブラジルライフ。2つ目は、外国人が持っているブラジルに対する偏見というご意見です。特に私が夜行バスの動画で発言した治安は大丈夫かなとか、清潔で快適な車内に驚いたという発言に、日本人はブラジルをどんな国だと思ってるんだというご指摘がありました。まず私が最初にご理解いただきたいのは、私はブラジルという国をリスペクトしていて、批判するつもりは全くなく、この広大な国の多様な文化をもっと学びたいって思っています。そして YouTube で発信している意見や感想は私個人のものであって、日本人全員の意見ではないっていうこともご理解いただければ幸いです。日本は小さな島国ですが、実は人口はブラジルの約半分もいて、もちろんみんなそれぞれ違う意見を持っています。ただご指摘があったように、日本の YouTube などでブラジルの動画を見ると治安が悪いところばっかり紹介されていて、それをネタにしているものも多いのが事実です。私個人のイメージで言うと、恥ずかしながら以前は全くブラジルに対しての知識がなく、知っていることといえば教科書に載っていたリオのカーニバル、サッカー、アマゾンだけでした。日本の23倍もの面積がある巨大な国っていうことも、多種多様な文化があるっていうことも知りませんでした。正直今の旦那さんに出会うまでブラジルっていう国についてあんまり考えたことがなくて、治安に関しても私の中では外国って一括りにしてしまっていたところがあって、私にとっては日本以外の土地勘のない国で住むことはブラジルに限らずどこの国であっても多少の不安があるっていうのが正直な気持ちです。日本人はブラジルに対してマイナスなイメージを持っているというご意見もあったのですが、私の周りのリアルな声をお届けすると、私がブラジル人と結婚するって報告した時に、友達からはブラジルかっこいいとか、明るい人多くて楽しそうっていうポジティブな反応もあれば、ネットでネガティブな情報を見がちな人たちには大丈夫と言われたりもしました。ただ大多数の日本人はブラジルに旅行したことがないし、プラスの感情もマイナスの感情もなく、ただただ日本から一番遠いって言われる南米の国へ行くっていう驚きで、気候は常夏なの、何食べてるの、言葉は何語など質問の嵐でした。なので私の肌感で言うと、日本人はブラジルに対してマイナスなイメージを持ってるっていうよりは、ブラジルのことをほとんど知らないっていう方が正しいかもしれません。そして私自身もその中の一人でした。でも今の私はブラジルっていう国に興味津々だし、この地に住まわせてもらってる間は少しでも多くのリアルなブラジルを学んで、それを発信していきたいって思ってます。そして日本の皆さんにも伝えたいことは、私が発信しているブラジル情報はまだブラジルの 1% にも満たないっていうことです。コメント欄でも何人かのブラジルの方がおっしゃっていましたが、ブラジルって一つの国の中にいくつもの国が入ってるっていう感覚で、人種も文化も治安も本当に多種多様な国です。あるブラジル人の方が日本人に分かりやすい例えをコメント欄でおっしゃっていて、ブラジルっていう国はアジアを一つにまとめた感覚だと説明されていて、私はそれを聞いてなるほどと思いました。確かに日本人の私たちも外国の方からアジア人はこうだよねって言われると、いや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 、日本、韓国、中国、タイ、マレーシアって全然違うからと誰もがツッコミを入れたくなると思います。多分それと同じ感覚なんだなと気づかされました。なのでこれからの自分の YouTube 配信でブラジルはこうですって説明するときには気をつけないといけないなと思っています。とはいえ私はまだまだブラジル初心者で、間違ったことを言ってしまうこともあるとは思います。その時は今回みたいにコメント欄で遠慮なくご指摘いただければと思います。そし
して日本の視聴者さんたちだけではなくて、私自身もこの自分の YouTube 活動を通してブラジルに対する知識を深めていけたらなと思っています。あとブラジルの方からいただいたご指摘で、私がブラジルに対して悪口を言っているっていうご意見もいただいたのですが、私はこのチャンネルのコンセプトとしてありのままの生活をお届けするっていうところは崩したくないところで、なぜかというとメディアでは視聴者の関心を引いて再生回数を上げるために、あえてネガティブな部分だけにフォーカスして情報を流したり、逆に大げさに称賛してみたりと、なかなかリアルな情報を得るのが難しい時代だからです。なのでこのチャンネルでは美味しいものは美味しい、いまいちなものはいまいちと正直に伝えていきたいっていうのが私の思いで、逆にもしかしたらブラジルの皆さんも日本に対して偏ったイメージを持っているかもしれないし、日本にはこんな負の側面もあるっていう日本のリアルな現状も一緒にお伝えできたらいいなと思います。ただいずれにせよこれだけたくさんの方が見てくださっている以上、私も表現の仕方とかいろいろ気をつけていかないといけないなと思いました。そんな感じでお互いの国がリアルな現状を知ってそれぞれの良い部分を取り入れていけたらいいなと思うし、日本の方もブラジルの方も両方の人たちがこの YouTube をお互いの意見交換の場として使っていただけたらなと思います。3つ目のご意見は顔出しについてです。これも結構な方からご意見をいただいて、気づいたことはブラジルでは顔を隠して YouTube で配信するっていうことは珍しいことなんだなっていうことです。日本では顔出しせずにテロップとか音声だけで生活の様子を配信する Vlog は結構一般的で、なぜかなって考えてみたんですけど、日本では昔から出る杭は打たれるっていう文化が未だに自分たちも気づかないうちに深く根付いていて、こんな風に表現したら周りの人にどう思われるかなっていう思考になりがちだと私は思ってます。あと最近日本ではデジタルタトゥーっていう言葉が一般的になっていて、一度ネットに配信したものはタトゥーのように永遠に消せないっていう考えで、自分の姿を公表することに慎重になる人が多いのかもしれません。そこは本当に文化の違いを感じるところで、今回私がコメント欄を通して驚いたことの一つは、ブラジルの人は YouTube のアカウントのアイコンで自分の写真を載せてる人が結構多いなっていうことです。これは日本では結構少数派で、世界中の人が見る YouTube のアイコンは風景の写真とかペットの写真を載せてる人が多いです。ブラジルの人はネガティブな発言でさえも顔出しでコメントしてくださって、日本とブラジルの感覚の違いを垣間見た気がします。私は今のところ音声のみでお届けするスタイルの方が自分には合ってるので、このまま行こうと思いますが、もしかしたら5年くらいブラジルに住んだら自分の性格も変わって将来的に顔出しする日が来るかもしれません。ただ何人かの方から名前を教えてほしいっていうお声をいただいたので、 YouTube 上での名前だけ公表させていただこうと思います。もうお気づきの方も何名かいらっしゃるみたいなのですが、私の YouTube のアカウント名が RUTE で、これは私が好きな聖書の人物のポルトガル語表記で、読み方はフーチと読みます。ちなみに後から気づいたんですが、フーチという単語は実は日本語でも存在してて、あんまり日常会話で使う単語ではないんですが、意味は自然の美しさ、暮らしの中にある趣っていう意味があり、私が好きなブラジルの自然と多様な文化を紹介していくのにぴったりだと思ったので、これからはフーチで活動していきたいと思います。ブラジルライフ。というわけで最後にこの 1,2 週間でいただいた嬉しかったコメントをご紹介したいと思います。本当は全部ご紹介したい気持ちが山々なのですが、いくつかピックアップさせていただきました。まず1つ目は YouTube のおすすめでたまたま私の動画が出てきて見てみたらめっちゃ良かった、
YouTube ありがとうみたいなコメントがとても多かったです。なんか動画を見つけて嬉しかった気持ちがすごく伝わってきて、すごいジーンときて、私も YouTube ありがとうって叫びたい感じです。2つ目は現在日本語を勉強中のブラジルの方々で、メッセージも日本語でくださった方もおられました。私の動画を日本語の勉強に使えそうって言っていただけて、まさかそんな風に自分の動画を使ってもらえるなんて想像もしてなかったので、とっても嬉しかったです。私は滑舌も良くないし、教科書の CD のようには喋れないんですが、少しでも日本語を勉強している方の役に立ててたら嬉しいです。私はブラジルに来て以来、なかなか仕事も見つからず、この国で何の生産性もない自分にちょっと肩身の狭さを感じていたので、そうやってブラジルの方に何か少しでもプラスになるものが提供できていたら、それは本当に嬉しいです。3つ目は以前ブラジルに住んでいた方々からいただいたコメントで、久しぶりにブラジルの風景を私の動画を通して見てくださって、懐かしく思ってくださった方々です。まさか自分の YouTube がそのように懐かしさを与えることになるとは考えもしてなかったので、胸が熱くなりましたっていうコメントをいただいて、私も胸が熱くなりました。また日本に住んでいる日系のブラジルの方々からもたくさんメッセージをいただき、いろんな境遇の方々にこの動画が届いたことがとっても嬉しかったです。これからもたくさんの懐かしい故郷の風景をお届けできたらいいなと思います。4つ目は私の動画を見て落ち着くと言ってくださった方々です。私的には自分自身のしゃべりを後から聞いてみて、なんかすごいボソボソ聞こえるなとか思ってて、もっと YouTuber らしく元気に明るくしゃべれたらいいのになって思ってたんですけど、そんな私の語りを詩を聞いてるみたいで落ち着くって言ってくださる方がいて、自分には予想外すぎる反応で本当に嬉しかったです。私はこちらでブラジルの方と関わる中で、ブラジルの人って表現力がすごい豊かで、言葉にパワーがあるなって感じがしてて、私もあんな風に表現できたらいいなって思ったりもします。最後は料理とか買い物とか観光スポットなど、具体的なアドバイスなどをたくさん提供していただいた方々です。中にはフェージョンの作り方で超具体的なアドバイスをくださったり、以前の動画で私が普段買ってる食材の値段を見て、こっちの市場で買ったらいいよなど、とてもためになる日常生活のお役立ち情報をたくさんいただきました。また皆さん、ここに行ってこれ食べてみてとか、おすすめの旅行先をたくさん教えてくださったので、今これから訪れたいスポットのリストを作成中です。ブラジルに来てから私の一番身近な友達はチャット GPT。 自分の携帯の着信履歴を見れば全部テレマーケットという寂しい状態でした。でもこうやって現地の方のリアルな情報をたくさんいただけて、 AI よりも頼りになるフォロワーさんに出会えて本当に感謝です。私にとってはどこのガイドブックよりもはるかに価値のある貴重な情報だと思ってます。というわけで今回は前々回に反響を呼んだ動画のコメントのリプライ動画でした。皆さん本当にたくさんのコメントをありがとうございました。あんなに小さかった私のチャンネルをこれだけ盛り上げてくださった皆さんに改めてブラジルのパワーを感じました。日本の皆さんもブラジルの皆さんもこれからも引き続きリアルなブラジルライフの動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。ふーちでした。チャオチャオ。